さっき妹から LINE 来て、お姉ちゃん都に似てるって言われたんですけど、似てますかね？似てんのかな？前の動画でホームステイ終わってシェアハウスに移るよって話したと思うんですけど、移ってきてるんですね、もう。けど、ちょっともう、カオス？何かだから今日はちょっといろいろ愚痴を皆さんに聞いてほしいなと思って、愚痴の回です。だってまず今朝ね、びっくりして朝の5時ぐらいに上の階に住んでる同居人がすっごいでっかい声で電話し始めて、前に出した動画でもね、外国人声でかい問題について話してたと思うんですけど、本当に声がでかくて、どうやら誰かと電話してるんですね。誰かと電話してて、言語も英語じゃなくて、その子の母国語喋ってるから何言ってるのか全くわかんないけど、意味理解できなくても一言一句全部聞こえてきてるなっていうぐらいの声量でめちゃくちゃ叫んでたんですよ、朝5時から。でもびっくりして跳ね起きちゃって私。結局、だから5時ぐらいからそれ聞こえ始めて、でなんかまあ30分とか、なんかずーっと電話し続けてて、で私全然その睡眠に戻れなくて。ちょっとさすがにあまりにもうるさすぎるから、グループチャットがあるんですけどね、このシェアハウスの。そこにメッセージ送って、朝の早い時間はもうちょっと静かに過ごすようにしようみたいな。まだ寝てるメンバーもいると思うし、みたいなことを送ったんですね。で、まあ後にその子はごめんみたいな感じで謝ってきたんですけど、もう本当にびっくり。でも今日だけじゃないんですよ。結構ほぼ毎日、そんな感じで早朝から誰かと電話してるから、まあ、私はほぼ毎朝5時ぐらいにその子に起こされて、そこで一日が始まるっていう感じです。まあちょっとね、これ以外にも話したいことがいろいろありすぎて、まずキッチン問題かな。キッチンがなんかやっぱ衛生観念の違いみたいな、綺麗の基準の違いがはっきりやっぱ現れるなって思ってて、まずここ来た初日、キッチン汚すぎて、てか内見の時からあんま綺麗じゃないなとは思ってたんですよ、キッチン。でもまあいっかみたいな、掃除すればいいしとか思って。で初日ここ引っ越してきて、でまあその日もキッチン汚くて、でさらに言うと洗い物がすっごい溜まってたんですね、シンクに。初日着いてすぐにもう私はキッチンの掃除を始めて、汚すぎたから拭いて、で食器も全部溜まってたやつ洗ってみたいなところから始めました。引っ越してきて早々。キッチンの課題はね、その後もずっと残っていて、ここでもね、その例の朝5時のね、ハウスメイトがちょっとあれなんですけど、そのハウスメイトがバングラデシュ出身なんですね。で、バングラデシュってインドと同じような食文化らしくて、カレーを毎日食べるらしいんですよ。で、毎日カレーを作ってるんですね。で、カレーって結構匂いも強いし、しかもカレーのあれ何の成分かわかんないけど、なんか黄色い跡みたいな、黄色いシミみたいなのがつくとなかなか取れないじゃないですか、カレーって。なんだけど、作った後一切掃除しないのね。だから、キッチンのそこら中に、そのカレーのこぼれた汁みたいなやつが飛び散ってて、で、それも拭かないから、もうこびりついちゃってるんですよ。キッチンの台のところとか、コンロの周辺とか。で、さらに言うと冷蔵庫もやばいんですよ。なんでかっていうと、まずなんかカレーの下準備をするんですね、その子が。でっかいボウルに鶏肉とかスパイスとかいろいろ入れて、そのカレーの素みたいなのを作って、そのでっかいボウルに何のカバーもつけずにいつも冷蔵庫にしまうんですね。で、私たち冷蔵庫共通で使ってるんですよ。冷蔵庫2個あるんだけど、6人で人数多いから。そのうちの1個その子使ってて、で、その同じ冷蔵庫を私も使ってるんですよ。で、そうすると何が起こるかっていうと、カバーをつけずに冷蔵庫の中にしまってるから、もう匂いが充満するんですね、冷蔵庫の中に。冷蔵庫に入れてる食材、全部がなんかカレー風味みたいな感じになってて、もうそもそも冷蔵庫開けた瞬間にカレーの匂いがふわーってしてくるみたいな。っていうので、まず冷蔵庫がカレーに侵食されてて、で、一番カオスなのが電子レンジで、そのカレー作り置きしてるやつをその後調理して、それをまたなんかストック分として取っておくんですよ。で、その取っておいたストックを今度電子レンジで温めるんですね。で、
その時にも冷蔵庫と一緒でカバーをつけないんですね。タッパーで保存してるんだけど、なんかタッパーの蓋を乗せるとかもしないの。何にもカバーつけずにやるから、もう飛び散りまくるんですよ、その電子レンジの中で。でも電子レンジが真っ黄色、カレーの飛び散ったやつで。だし、もう匂いももう完全に染みついちゃってるし、やばいんですよ。で、だから私が電子レンジでなんか温めたいってなっても、それにもまたカレーの匂いが乗り移るんですね。だからもう冷蔵庫も電子レンジも全部がカレーに侵食されてるみたいな感じで、まあ最初のうちね、私我慢して拭いてたんだけど、電子レンジ。でも温めて飛び散ってすぐに拭かないと、時間経ってから拭いても、黄色い色素がもう沈着しちゃってて、私、カレーってもうこびりついたらなかなか取れないじゃないですか。だからそれで全然、まあ取れないし、取れても黄色いのが色素沈着してるし、もう匂いも完全に染みついちゃってるしっていう感じで、まあやばいんですよね。さすがにもう毎回掃除してもすぐにもうまたカレーまみれになってっていう感じだから、まあ私が毎回掃除してるのおかしいじゃないですか。別にお掃除で雇われてる人でもないし。っていうので、その子に直接電子レンジ使った後、毎回じゃなくてもいいんだけど、飛び散っちゃったら拭くか、継ぐ時に上にラップするなり、私の買ってきたこのラップ使っていいから上にラップするなり、なんかカバーを置くなりして飛び散らないようにやってくれると助かるみたいなことを伝えてで、まあなんか今はそれでまあなんか拭いてくれてるんですよ、使った後だから改善してるんだけど、でもまあ一度黄色くなってしまったものは戻らないよねっていう感じで、まあその電子レンジは今も黄色いです。で、まあキッチン周りもほとんど汚してるの多分その子なんですよ、その同じ子だけど、まあなんか一応全員に向けて、もうその子にばっかり注意してるとちょっとかわいそうじゃないですか。だからグループチャットで全員に向けて、キッチン使った後軽くでいいから拭くようにしようみたいな、まあみんなが気持ちよくキッチン使えるように綺麗に保とうみたいなことをメッセージ送って、まあそれでまあちょっとは改善したまだ全然なんかこぼれてるのとかはあるんだけど、前よりはマシになったかなっていう感じ。でもね、コンロの周りは誰も掃除してくれないから、キッチンの台の部分はみんな拭いてくれるんだけど、コンロのとこね、誰も拭かないんだよね。だからコンロはまあ私が毎回掃除してんだけど、まあそれぐらいいいかなって。もう全部いちいち言ってたら切りないし、普通に多分うざいと思うから、まあコンロのところは妥協して、まあ気になる自分が掃除するっていう風にしてるんですけど、ただやっぱなんていうの、なんか差別みたいな感じになっちゃうとあれなんだけど、カナダいた時とか友達でシェアハウスしてる子とかがいて、私その時はホームステイだったんですけど、でまあそのシェアハウスしてる友達とかからインド人はマジで気をつけなみたいなことを言われてて、インド人とは暮らさない方がいいみたいな。まあなんでかっていうと、やっぱ衛生観念がまるで違うんですよね。まあ皆さんご存知の通り、まあインドってやっぱそういうイメージあるじゃないですか。でやっぱ実際全然違うらしくて、私の友達が言ってたのは、彼らの綺麗は私たちの汚いだからもうそこの基準が本当に違うし、だから掃除したよって言ってくれてて、それでそうなんだありがとうって言って見に行くと、どこがみたいな、どこが掃除されたのこれっていうレベルの汚さだったりするんですって。あとはそのカレー問題ね、カレー問題もいろいろあるしっていうので、まあインド人はちょっと気をつけた方がいいよみたいな、あんま大きい声では言えないんだけどねっていうのを言われてて、もちろん人にはよると思うんだけど、一応私も今回この家引っ越してくるときに、今いるメンバーがどこの国出身か聞いてもいいみたいに言って、オーナーに。で事前にその年齢と性別と国籍を一応情報を聞いて、念のためねそういう感じにしてたんだけど、でまあインド人はいないんだと思って、じゃあ平気かなみたいな感じで来たんだけど、バングラデシュ人はインド人とほぼ一緒っていうことが分かりました。まあもちろんさっきも言った通り個人差はね当然あると思うんだけど、自分の目で見たものとしては同じような感じなんだなって思いました。でそう、キッチン以外にもいろいろあって
もうこれ結構この家自体の問題、ハウスメイトがうんぬんとかじゃなくて、この家自体の問題の話になってくるんだけど、まずお湯が一切出なくなった時があったのね。先週だか先々週だかで、しばらく全く出なくて、お湯がこんなに冬で今寒いのにキンキンのお水しか出ないから、とてもじゃないけどシャワーとか入れないっていう感じで風呂キャンしてたんですけど、洗い物するにももう手かじかむしっていうので、とにかく大変だったんですよ。それがもう数日間続いて、めっちゃきつかった、こんな寒いのに。でそのお湯はもう治ったんだけど、今度ね、今暖房が効かないんですよ。で一応ね、あるんですよ、こんな感じでヒーターっていうかあったかいやつがあって、なんかこれがついたり消えたりを自動でしてるんですね。多分熱くなりすぎないように定期的にこう消えたりついたりしてるんだと思うんだけど、これが消えてる時間がまず長すぎるっていうのと、あとついても全然熱くないんですよ。こんなもう私直接触っても全然ほんのりあったかいなぐらいでしかあったかくならなくって、最初のうちはね、それで良かったんだけど、もう今どんどん気温下がってきてるから、それじゃあちょっと追いついてないんですね、この気温の変化に、このヒーターの性能が。今はね、撮影だからこうベッドから起き上がってこんな感じでやってますけど、普段もう寒すぎてずっと布団の中にこもってるんですよ、家いる間。でも布団から出らんない、寒すぎて。何をしようにもやだ寒いからいいや後でやろうみたいな感じでずっと布団の中いて、これを言い訳にね生産性が下がってますね。そうだからこんなに寒い時期にね、お湯が出なかったりとか暖房が効かなかったりとかっていうので、私たちは現在凍えながら生活をしてるわけなんですね。でさらにシャワーも問題でシャワーもなんかお湯の温度が調節できないんですよ。温度調節のハンドルがついてるんだけど、それが全く動かないので、しかもそれが多分今ね一番低い温度設定になってるのね。でそこから動かなくて、でもどんどん寒くなってきたし、シャワーの温度もちょっともうちょい上げたいなって思うんだけど、これやっても一切動かないから、もしかしたら私の力が弱すぎるのかもしれないけど、シャワーも結構凍えながら、なんかぬるま湯みたいな感じの温度で浴びながら入ってて、基本。でも急にめっちゃ熱湯出てきたりとか、キンキンのお水に変わったりとかするんですよ、不定期に。極端なんですよ。キンキンのお水か、めっちゃやけどするぐらいのめっちゃ熱湯かしか出ないことが多くて、その間のちょうどいい温度ができないんですよね、なんか。だからキッチンの水道とかもバーがこうあって、こっち行ったら水、こっち行ったらお湯で、中間ぐらいのこの辺にしてるんですね、私はいつも。でそれでちょうどいい温度が出る時もあるんだけど、でも結構これでやってると急にもう熱湯に切り替わることがほとんどで、でも熱みたいな、最初ちょうどいい温度だったはずなのに急に熱湯出てきてやけどするぐらい熱くて、熱い熱いっつって慌ててこう水の方にねこうちょっとキュッてやると、今度キンキンのお水しか出なくて、でまたもうちょっと温度上げようと思ってこうやると今度また熱湯みたいな感じで本当にバグってて、これきついですね。あとね、水漏れもやばくて、家のそこら中で水漏れが起きてるんですね、この家。まず下の階のそのバスルームで水漏れが発見されて、その後つい数日前にこの上の階の私が使ってるバスルームでも水漏れがあって、そしたら今日冷蔵庫からもなんか水漏れしてたんですよ。ハウスメイトが発見したんだけど、もう家のそこら中で水漏れ起きてて、多分それが原因でこの全てのなんか温度のやつ、お湯が出ないとか暖房効かないとかがなんか全部水漏れが原因っぽいんですね、どうやら。でなんかその暖房もなんかよくわかんないけど、これのシステムどうやら水をこう循環させて、その水を温めて、だからお湯を流してんのかな、ここに石油じゃなくて。なんかねそうっぽいんですよ。でも水漏れしてるから多分それがこうちゃんと行き渡ってなくって、各階に。で暖房もちゃんと機能してないっていう感じっぽいんですよね。だからもう多分その水漏れを直さないといけないんだけど、水漏れも家のそこら中で起きてるからっていう、本当にカオスなんですよこの家自体が。でもハウスメイト6人いるって言いましたけど、私含めて
女子が2人なんですね。で、あとの4人が男子っていう感じなんですけど、なんか割とこうあっさりしてるというか、ちょうどいい距離感っていう感じ、私的には。友達っていうほどにはみんな仲良くないけど、キッチンであったら最近どう、お正月帰省するって言ってたよね、どうだったみたいな話を、なんかちょっとこの世間話というかスモールトークをするみたいなぐらいの距離感で、私的には結構ちょうどいいなみたいな思ってますね。男性比率が高いからなのかわかんないけど、なんか言いたいことがあったら結構率直にグループチャットに何でもみんな言っていくっていう感じのスタイルだから、なんかそこで変に気使ってなんか自分だけ我慢し続けてっていう感じのをしなくていいっていうのが結構楽な関係性だなって思います。だから私もね、いろいろさっきからキッチン関連のこととかハウスメイトに言ってたとか言ってましたけど、私だけじゃなくてね、他のハウスメイトもここ汚れてたからもうちょっと綺麗に保とうとか、率直に言い合える感じの空気感だから、なんかそれはすごい自分的には楽だなって思います。前さ、カナダでホームステイしてた時は全員女子だったから、これ全員女子だったからとか言うと、なんか男はこう女はこうみたいな概念にとらわれてるみたいな感じに聞こえるかもしんないけど、傾向としてあると思うんですよ。やっぱ違う国のことを過ごすとね、やっぱそれはカルチャーショックっていうか、それぞれの国の文化も違うし、当たり前っていう部分が国によって全然違うから、そこでこう違和感とかズレみたいなのが出るのは当然のことなんですね。でもそれをカナダの女子だけのホームステイの時はなかなか言いづらい環境だったっていうか、ホストマザーがいたから基本なんかホストマザーが一番のこう主導権を握ってるっていうのもあったんですけど、でもなんかお互いにあんまりなんか思ってても言わないみたいな空気感があって、私はちょっと居心地悪く感じてたんだけど、今のシェアハウスの家はすごい楽だなと思って、何でもこう率直に言えるし、変になんかめちゃくちゃ気使って超回りくどい言い方して絵文字とかいっぱいつけて、なんかピエンピエン汗とかなんかやらなくていいから私的には楽だなっていう、すごいそのあっさりしたコミュニケーションがっていうのは思ってます。だから過ごしづらさはあるけど、別に人間関係の面においては特にあんまトラブルはないかなっていう感じですね。程よい距離感で生活してます。